こういうところしっかり開けて、これとこれとこれ、この横角の長さをしっかり使い分ける。こんにちは、文鎮です。今日も動画を見ていただいてありがとうございます。今回はですね、都道府県の書き方解説第2弾というところで、関東地方行ってみたいと思います。で、関東地方ですね、前回の北海道東北よりちょっと難しいと思います。自分も若干苦戦しました。では早速茨城県からやっていきましょう。じゃあ前回と同じように自分が先に書いて解説する形でいきたいと思います。では茨城県行きましょう。いきなり難敵です。はい、茨城県。茨城じゃなくて茨城県ね。怒られちゃうんで。この城という字はね、宮城県の時にも少し解説してるので、まずはこの茨の方からいきたいと思いますけども、この茨という字ね、じゃあまずは、いつも通り主役を考えたいんですけど、こういう右払いがある字は、基本的にこれを主役にしといた方がいいですね。ここをね。なので、ここの右払いを目立たせるとして、こっち右下に引っ張る力が今強いので、左側もバランスを取るために、ここの二水ですね。次っていう字の二水は立派めにしてあげます。こことここで左右の均衡を取るイメージです。で、この草冠ね、の幅を、長くするのか、はたまた短くするのかっていうところなんですけども、こことね、ここで幅を取るとしたら、ここういう感じにして、上のこことここ、こことここは同じぐらいの幅にして、ちょっとこれとこれを目立たせましょうという、ここ開けてねっていうやり方でもいいと思いますし、逆に上を広げてやってみると、あんまり良くないですね。やっぱりなんかちょっと伸びきらない感じがするので、これよりかはやっぱりこことここでバランスを取りたいので、この草冠ちょっとこれぐらい狭くして、下の次っていう字でしっかり幅を取ってあげた方が、バランスとしていいかなとは思います。で、この次っていう字はここね、開けてあげた方がいいです。こことここでバランス取って、ここはちょっと浮かせたことによって右払いの伸びがさらに強調されますっていうところになります。で、草冠は今度ね、今左右のバランス考えてたんですけども、前々からお話ししてる通り上下のね均衡も取りたいので、こことこの足がね、長い印象がパッと見あると思うので、この草冠はこの下をこう長くしちゃうと、この次っていう字が背が高くなれないので、こうやって頭をね、草冠は出して、ここの接する部分、草冠と次っていう字が接する部分はなるべく高さを取らないように、もうちょこっと出れば十分です。で、この次っていう字もこの頭だけちょこっと出て、こういうとこ詰めちゃってください。この草冠のこの間にこの人を入れてあげるイメージでやるといいんじゃないかなと思います。茨はそんな感じですかね。で、城っていう字は前回もお話ししてるんですけども、もうこれを目立たせたいので、こういうところの白をしっかり明確に開けたいっていうところですね。で、もっと言うと、土辺もこのなりっていう字よりは背を低くして、ここにも空きを作って、この頭もしっかり出るようにしてあげるといいかなと思います。で、土辺は、これは辺と作りの字なので、
土辺は外側を長くしてあげて、内側はちょこんとしてあげる。で、あとはこれが目立ちたいので、こういうねパーツのところはギュッてしてあげて集めてあげるんですね。でここがぴょこっと出ることによって、立派に見えるというところが城ですね。じゃあ茨城そんな感じでどんどん次行っちゃいましょう。さあ栃木も栃木でちょっと厄介ですね。はい、できね。こんな感じかな。でこのね土地っていう字はちょっと厄介っちゃ厄介ですね。まずはこの辺と作りのもう典型的な字なので、ここ中心なので外側ねこうやって広げたいですけど、こうやって広げてこう広げてここも長くしてこういうところはもう狭くしてあげると。で反対にここも万っていう字ここ隠れてますけども、この横角ねを長く外に見せることによってこう開けてやると。でこれも短くねしてあげてここ開けてあげると。そこがまずは基本的なところになると思うんですけども、あとはですねこれとこれとこれどういう関係でいきたいかというか長さをねどう使い分けるかっていうところなんですけど、ここだけ書いちゃうと、これを仮に長くした場合はこういう感じ、なんか邪魔くさいなっていう、木片がこう来てやるとぶつかっちゃうんですよね。だからこれはあんまよろしくないなと。じゃあここ短くしてみようというところで、短くじゃあ今度してみます。短くね。でこれは外に広げて目いっぱい長くして、じゃあこの位置感どうしようかっていうと、万っていう字は当然こっちが上で終わった方がこうなった方がいいので、じゃあこことここでこの両者の均衡を取ろうというところで、これとこれ同じぐらいの高さにしてあげます。じゃあ今度これがこの下まで来ると不自然ですよね。やっぱここ長くてなんか邪魔だなっていう、ここ羽もあるしって考えると、妥当なのはこう書いてここ短くしてこれ長くして、ここは木片の一番下と揃えて、この人は万なのでちょっとこれよりは短くしてあげて、こういう風になるのが、一番すっきりするんじゃないかっていう結論に至りましたっていうところですね。見せ方の問題なので、一番すっきりするのは多分このやり方がいいんじゃないかなと思って書いてます。はい、これが土地ですね。で木っていう字はまずは主役はこの人右払いなので、これのためになんですけども、前も少しどこから触れたんですけど、こうやって足長くするのはそれはそうなんですけど、この左払いと右払いの付け根どっから入るのかなっていうと、この中心、この縦と横交わったところから仮に生やしてみると、ここねこうするといいっちゃいいけど、なんかいまいちこの人目立たないよねっていう感じがするのでっていうかしますよね。共感していただけると助かりますでなので左払いをちょっとこの交わりよりも左にずらして払ってやると。でもうこの人主役なんでこっから行きましょうと。ここじゃなくてこの左払いの生え際から
右払いもぐーっと広げてやると、こっちにこう少しずれた分ね、左にずれた分より長く、見せることができます。絶対こうというよりかは、この方が、長く見えますので、この書き方がいいかなと思います。細かいこと言うと、こういう今度こっちに引っ張る力が出てくるので、この横角、1画目の横角も気持ち左の方が長い方が重さっていう意味、ちょっとね難しいっちゃ難しいんですけど、こっちに重みをつけることによって、こことの均衡を取るっていう考え方もあります。はい。じゃあ次ね、群馬。群馬も群馬でちょっとめんどくさい。さあ、群馬ね。はい。さあ、群馬はどうするかっていうと、これも辺とつくりの字になるので、外側、これね、左払い目いっぱい伸びたいのと、右側はこの羊っていう字の横角の 3本目ですねを長くしてあげて、ここ開けて、こことここで左右の均衡を取りましょう。はい。なおかつ今度縦の関係をやると、この群っていう字は羊がね足長く見えた方がいいので、羊が足長く見えるためには羊だけ足長くて、例えばこういう感じ、ちょっと曲がってて、あんまりここがこれとこれの高さの違いがない場合は、なんか訓っていう字がなんか重い感じがしちゃうと思うんですね。なので羊だけが足長くするんじゃなくて、羊が足長く見えるためにはこの隣にいる訓も上にね来てあげることが大切なので、これは長くしてあげて、この口っていう字をあまり大きくしないで上の方で終わって、ここ開けてやると。そうすると羊をこう長くすると、こうねより足が長く見えて、なおかつ空間も空いてですね、すっきり見えるかなと思います。はい。っていうところですかね。あとはこの訓よりも羊の方が今度上もね背が少し高くなってあげた方がいいかなと思いますっていうところかな。ここの訓っていう字はこれ長くするパターンも実はあるんですけど、そうするとこの左払いとのこの差があんまりできなくて、いいっちゃいいけど、ここもお好みかな。要はこれよりもこういうところしっかり開けて、こういう高さを変えてっていう方がよっぽど大事なので、これに関してはこっちが長くてもそんなに違和感ないかなと思います。はい。でそれが群。じゃあ馬ですね。馬もしかしたら新潟の人結構いるかもしれないんですけど、馬とかね、鳥とか島とかね、こういう系ね。で馬は基本的なところから言えば、こういうところの空きを揃えるっていう高さね、空きの高さ揃えるのはそりゃそうでして、あとはこの一番上がちょっと長くて、こことここは短めにしてあげる。でまたここが長くなって足をしっかりやってあげて、でここも開けましょうと。点4つはこの上のこの角に沿うようにしてあげて、上に詰める感じですね。で間隔は1点目は外、2点目はこの
縦角よりちょっと内側ぐらいで、この3点目はこの下から始めてちょっと内側に入る。でこことこの真ん中ぐらいにこの点を入れてあげるとまあいいかなと思いますので、馬は中心がねこうずれちゃわないように気をつけたいですね。こうなっちゃったりとか、逆にあんまりやらないかもしれないけど、こっちに行っちゃって、外ばっかこうずれていっちゃったりとかしちゃうと、かっこ悪いよというところなので、この普段描くときこういう中心線ないとは思うんですけど、全体のこのバランスを見てうまく真ん中をしっかり捉えてあげるってことが大事だと思います。はい。これが群ですね。群ですねじゃないわ。群馬ですね。さあ、埼玉行きましょう。埼玉もなんかなって感じですね。これ。ちょっとどうしよう。さあ、埼玉です。埼玉はどうするかっていうと、もう辺と作りの字ばっかりなんですけども、これも考え方で言うとちょっと群馬の群に近いところはあって、まずは辺と作りなので、外側もう皆さんね耳にタコができると思うんですけど、この外側で均衡を取りましょうと、開けるとこしっかり開けましょうというところでして、中は詰めてくださいと、こういうところね。さあで、今度高さの話なんですけど、上は、土辺なのでそんな大きくしない方がもともといいんですけども、ここの高さね変えてあげて、この作りの基礎点からのキーの方が背が高くなりましょう。で下もこの「か」っていう「べし」っていう字も足がしっかり長くなるように、この口はこう下げていかないで上に近づけましょう。でここ開けましょうと。でここの高さも変えてあげますというところになりますので、土辺がこう下に来すぎていたりとか、あとこの口ね、可能の「か」っていう字の口がこう下がっちゃったりとかすると、なんか下にっていう感じがしちゃうので、しっかりね、ここは土辺はねもう大きくすることはないです。なので足をねしっかり長くなるようにしてあげましょうというところになります。なのでこれもね下がこう伸びるので、この「大」っていう字は頭をしっかりここを出してあげてください。要はこういうんじゃなくて、ここを短くしてこういうイメージ、ここを出しましょうというところです。はい。で玉っていう字は画数少ないのでちょっと小さめ、余白を余分に持たせて書いてますっていうところが全体の話で、あとはこういう間のところ揃えましょうねっていうところと、1画目を少し2本目よりも長くしてあげるなり、あんま変わんなくても正直いいんですけど、やるのであればここを中ぐらいに長くして一番短くして、これを目いっぱい長くしましょうと。この点は外側にはもう来すぎちゃうとこの人の長さが目立たないので、真ん中にねこうやって寄せてあげてください。でこの一番長い角は上がりっぱなしじゃなくて、こういうちょっと最後落ち着かせて、上がった分下ろしてあげましょうというところになります。もちろん上は右肩上がりは忘れずに。さあ今回はかなり解説が流暢にいってる感じがします。さあそれなのにもう気づけば20分を超えておりますという
あと3つですね。千葉、東京、埼玉ですよ。千葉、行きます。千葉ね。上に飛んじゃった。もうこういうボールペンのあやみたいなのは真似しないでくださいね。千葉はまず線という字なんですけども、こことここが目立ちたいので、要は足長と横の幅をしっかり取りたいので、この1画目は短くしてあげましょうと。ここね、開けてやってくださいというところと、こうならないで、こう足長にしてあげましょう。はい。で、歯ですよね。この歯っていう字は、こういう横画がこう重なっていく字っていうのは、この横画の長さをしっかり使い分けることが大事なので、メインというか主役はここに今してます。この世界の背の横画ね。ここをじゃあ一番長くしようとするときに、全部が、極端な話ですけども、草冠も広くて、葉も横画長くて、こんなになってて、なおかつ木も広くなっちゃって、払いまで長くったらもう、ちょっとね、ファットな感じになっちゃうので、スマートにするためには、くびれをつけてあげましょうというところなので、ここね、こういうイメージで、草冠とこの木は、同じぐらいに、中くらいにしてあげて、この世界の背の、これね、ここの横画は、さらに幅を狭くしてあげることによって、こう、キュッとスマートにして、足がまた広がっていくような印象に移ります。払いが若干長くなってしまったんですけど、本当は、ここも下、ドレス引きずらないように、ここもね、開けてあげるとなおいいです。なのでこれは全くダメですね。なんでこれを長くして、一個短くして、またちょっと草冠ぐらい広げてあげて、こうね、長くしてあげて、これは下まで引きずらないように工夫をしてあげるといいかなと思います。あとはこの空間のところがね、こうガチャガチャこうなっちゃうとかっこ悪いので、こういうね、大体同じぐらいの空間をしっかり取ってあげて、この間の取り方が大事ですね。はい。で、あとは下がこう、大丈夫かな、このペースついてこれてるのかわかんないんですけど、何回も見た方がいいと思います。で、下がこれ足長くしてあげるので、上のこの草冠もさっきも同じようなこと言いましたけど、頭をね、出してあげて、ここはもう短くしてあげるといいと思います。はい。東京ね。はい。東京行きますよ。東京は、さあ、東京失敗しましたね。いやー、ちょっと今までノーミスできたんですけど、ね。今から見た人は多分、書きかけの東がみたいになってると思うんですけど、ね。ちょっとやらかしましたね。はい。やらかしてるんですけど、はい。東京はですね、東京はちょっとめんどくさいですね。東京解説していくと、主役、まず東の主役はここにしましょう。右払いにしてあげて、なので、左払いはちょっと短めにしてあげてます。で、あとは、若干やっぱりこのさっきの木と同じような考え方で、これ引っ張っちゃうので、この真ん中は真ん中で通してほしいんですけど、ここ、左右対称でもいいんですけど、こっちを気持ち長くしたりとかすると、均衡っていう意味ではいいかなと思います。ただここはね、しっかり
同じぐらい開けてもらって、こうならないようにね、これ悪い例ですね。はい。悪い例として書きましたとしておきましょう。はい。基本は東っていう字はやっぱりこうスマートに足長で背の高い印象にしてあげることが重要かなと思います。はい。なので、こことこことここを同じぐらい開けて、頭出して下も足しっかり作ってあげると。で、このやっぱり左右の払いが伸びたいので、幅は狭めにしてあげるといいと思います。で、今日っていう字は、ここの小さいっていう字が隠れてるんですけど、これはですね、これとこの歯はこれよりも上で終わって開けてやることが大事かな。で、しっかり空間を取ってあげてくださいと。で、ここがこう大きくなるよりかは、ここ足長いので、この鍋蓋もちょっとある程度高さ取ってあげて、この口は狭く小さくしてあげて、またこの小で背を高くしてあげた方が、すっきりするかなという感じですね。なのでこれを長くして、ここを十分に開けてあげてください。これが今日です。さあ、いよいよ神奈川でございます。神奈川行きますよ。さあ、神奈川でございますけども、まずはこの神っていう字は辺と作りなんですけども、示す辺ね、いろいろ書き方あって、これを長くしてここ短くしてあげるパティーンと、これを短くしてここを目いっぱい長くしてっていうパターンがあるんですけど、これよりちょっとこの左払いが伸びるぐらいでいいかなとは思います。ここはね、別にお好みでうまくやってもらえればいいかなと思います。で、モスっていう字はこう背高くしてあげて、こういうとこね、空間はなるべく揃えて、で、頭出してあげればいいかなと思います。で、あとこの示す辺のこの点は立ててあげて、幅を取らないようにしてあげましょう。で、なっていう字なんですけども、これはこういう中に入ってくる字っていうのは、仮にここから左払いじゃない右払い生やした場合に、この屋根の中狭くなっちゃうんですね。なのでここ注目してほしいんですけど、開けてますので、こう払ったらここじゃなくてここからこう広がって、そうするとよりこっちの空間がね広く取れるんで、悠々とこの示すっていう字を入れていただいてやるといいかなと思います。ここに広く白ができるんでいいと思います。それぐらいかな、気をつけるのは。あとはこれとこれが広がりたいので、こう短くして、この示すっていう字も幅を広くしすぎないようにしてあげることが大事かな。で、川っていう字はこれもね解説したことあるんですけど、この3本の長さの書き分けで、この3本目が一番長く立派に見えたいんで、1画目と2画目ね、これ高さあんま変えなくていいです。同じぐらいでよくて、よくこう階段式にする人いるんですけど、それでもいいっちゃいいんですけど、個人的にはこれとこれは同じぐらいの高さで、ここはねどうせ
こうなるので、こことここはあんまり高さ変えないで、これをボコッと一つ飛び出してあげて、下はここが一番下で2番目に高くて一番高いのがここっていう風にしてあげればいいかな。で、当然こういう間隔のところはしっかり揃えてあげてやるといいと思います。はい。さあ、いかがだったでしょうかね。一発で書いてるんですよとか言おうとしたらもう東でしっくりとちりましたね。はい。さあ、いかがだったでしょうか。関東地方、ぜひ皆さん練習してみてください。というところで今回の動画は以上となります。この動画気に入っていただけましたらいいねボタンとチャンネル登録ですね、よろしくお願いいたします。通知ボタンもぜひオンにしていただいて、次の都道府県の動画もすぐ見られるようにしていただければと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。文鎮でした。バイバイ。